オートマティスムとは心理学用語で高次元から降りてくる信号、指示、指令の、それはこの現世で与えられた宿命をあなたのハイヤーセルフです。このハートチャクラの位置にしっかり置いて、岩塩というツボが自分についてタロットカードリーディングを行ってまいりたいと思います。こんにちは、新海月里奈です。この度は私のオンラインワークショップ、高次元と覚醒を迎えるチャネリングをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は3時間目のチャネリングタロットリーディング実践その1、自分を占うの回になります。3時間目は1時間目、2時間目のストレッチワークで、活性化された潜在意識と第六感を使って、いよいよ実際に、チャネリングとタロットカード、大小アルカナ78枚を用いてリーディングしてまいります。この回を習得されることで、チャネリングとタロットカードを使って、自分自身の悩みの現状把握と、そうなってしまった原因と背景、また今後の行方や対策など、細かく深くリーディングするやり方、手順を学べる内容になっています。ワークに入る前に、再度1時間目、2時間目のおさらいをしたいと思います。1時間目では皆さんご自身で過去の記憶を揺り起こしていただいて、精一杯思い出せる一番古い記憶、原風景まで、思い出していただきました。こちらのワークノートですね。この原風景の揺り起こしワークを、継続されることで、かなり潜在意識と第六感が活性化された、状態になっているかと思います。そして1時間目の有料プログラムにご参加いただいた方は、このワークノートの古い記憶から新海月里奈がリーディングを行って、あなたの宿命の1ピースを拾い上げて、あなたの前世も手繰り寄せていきます。さらに2時間目で気になるフラッシュバックや気になるデジャブ、気になる夢、よく見る夢と、このワークノートの記憶たちと関連付けして、今度は人生の伏線を見出していきます。フラッシュバックやデジャブ、夢は、高次元から送られてきたメッセージの一つの表れですから、過去の記憶とマッチングして関連付けしていくと、人生の伏線が浮き上がってくるんですね。以前のセッション53の動画でも説明していますが、フラッシュバックやデジャブ、夢は高次元から降りてくるメッセージ、オートマティスムの一つの形、現れ症状です。オートマティスムとは心理学用語で何か別の存在に表示され、肉体を支配されているかのように、自分の意識とは無関係に動作を行ってしまう現象、また筆記者が知り得ない情報や習得していないはずの言語を筆記したり、通常ではあり得ない速度で筆記する状態のことを言います。つまり心理学ではこういったスピリチュアルな行動、衝動を認めているんですね。この無意識に起こるオートマティスムを、意識化して意図して使う術がチャネリングやイタコ、高霊術、高神術といった戦術になります。このオートマティスムは高次元から降りてくる信号、指示、指令のようなもので、私たちは第六感でこのオートマティスムを感じ取って、直感やひらめき、またフラッシュバックやデジャブ、夢といったものを無意識に感じ取っているんですね。感じやすい人は霊感が強いと言われますし、霊感を使いこなす人はチャネリングや霊視といった戦術まで応用できるかと思います。霊感がない人は、それは第六感が鈍感か目覚めてないだけで、誰でも第六感を持っていて、誰でもいつでも高次元につながって無意識にオートマティスムを受け取っているんです。この無意識な第六感を意識化したい場合、つまり第六感を自覚する形方法が、頭に突然突入してくるもの、フラッシュバックやデジャブ、夢が第六感を捉えている一つの形、現れ、症状になるんです。もちろん自分から第六感を使って遠方にいる人の、気持ちや亡くなった人と、交信するという使い方、高次元とコネクトする方法もありますが、それはもっと先のステージでチャレンジすることで、初めの段階においては皆さんも体験しているフラッシュバックやデジャブ、夢がまずは簡単な第六感の捉え方だと思ってください。この辺はすごく大事なポイントなので、過去の動画セッション39、40、41を見てください。一つの動画で全てを説明するにはもう限界があるので、やはり分散して動画にしています。
ワークショップ用の動画には時々過去の動画を紹介していますので、本当にチャネリングを身につけられたいのであれば必須で見てください。で、皆さんもフラッシュバックやデジャブ、気になる夢やよく見る夢があると思うんです。これらはもちろん高次元からあなたに下ろしてきたオートマティスムですから、何かしらの指示、指令、メッセージ、ガイドになっているわけです。あなたが何かすべき行動をするためにフラッシュバックというオートマティスムが引き起こされているんです。あなたが何かに気づくためにデジャブというオートマティスムが引き起こされているんです。またあなたが何か確認すべきことがあるから同じ夢を見るという、オートマティスムが引き起こされているんです。こういった気になるフラッシュバックやデジャブ、また気になる夢、よく見る夢をピックアップしていただいて、1時間目で思い出した一番古い記憶、原風景とこれまでの記憶を関連付けしてみると、高次元から何を指示されて、何を感じさせられて、私たちは日々行動しているのか、運命の選択をさせられているのかが見えてくるわけです。つまり私たちが無意識にさせられている日常の選択行動は、私たちの人生の一つ一つであり、全体を見渡せば、それはこの現世で与えられた宿命を粛々とこなしている全容が見えてくるというわけです。で、新海月里奈がこれらの伏線を回収して新たなあなたの宿命のパズルのピースを拾い上げて、より詳しい前世を手繰り寄せるリーディングを有料プログラムでは行っていきます。ここでようやく1時間目と2時間目のパズルがカチッと合わさって少しずつあなたの内面、核の部分にアプローチができる段階になるんです。あなたの核の部分とは、高次元にいるあなたのハイヤーセルフです。ハイヤーセルフにアプローチすることができると、ようやく高次元の扉をノックする段階に入っていきます。普段から私たちは何もしなくても高次元とつながってはいるんですが、その高次元とのつながりを、無意識ではなく意識化することがチャネリングの戦術です。普段無意識につながっているこの高次元を意識できるようなワークを私のオンラインワークショップではステップを踏んで行っていきます。1時間目と2時間目のストレッチワークで皆さんの潜在意識と第六感が活性化してハイヤーセルフもおおよそ確認できてきたら、いよいよチャネリングを使ってタロットカードリーディングを行ってまいります。これもすぐにチャネリングを使いこなせるというわけではなくて、自転車に乗る練習と同じように、初めは教わった通り運転してみて、何度も運転するうちにコツやポイントが自分で分かってきて、段階を得て乗りこなすというプロセスをたどります。なので、やはりオンラインワークショップを受けた後も、ご自身でワークを繰り返すという取り組みは大事なんですね。もちろん有料プログラムにご参加いただいた方には、新海月里奈が皆さんがハイヤーセルフを確認できるまで、高次元につながれるまでサポートガイドをさせていただきます。ご自身のチャネリング素養を確認されたい方や、よりチャネリング体質を磨かれたい方は、有料プログラムをご利用いただければと思います。では、これらを踏まえた上で、チャネリングタロットの実践に入っていきたいと思います。チャネリングタロットとは、高次元と第六感を意識しながら、同時にタロットカードを引いてリーディングしていく流れです。何より初めに自分の意識を自分の内面に向けて集中します。気持ちが落ち着いているなら OK ですが、気持ちがそわそわしていたり、リーディング以外のことを考えたりしている場合は、一旦気持ちを落ち着かせるために、軽く深呼吸をしたり、目をつぶったりして、体全体を静かにキープします。以前の動画でも同じ説明をしていますが、チャネリングを使うタロットカードリーディングの場合は、事前の体勢作りは一番大事なルーチンなので、ここは毎回しっかり確認していきたいと思います。で、自分の意識を自分の内面、胸の溝落ちの部分、このハートチャクラの位置にしっかり置いて、そしてハートチャクラからまっすぐ線を引くように頭上まで意識を持っていきます。頭上20センチぐらいのところがソウルスターチャクラになるので、この位置まで意識を上げていきます。イメージ的には上から糸で重りがぶら下がっていて、この重りの位置をハートチャクラに当てて、で、重りについてる糸を辿ってまっすぐ上に
意識をソウルスターチャクラの位置まで持っていくという感じです。そういうベンチマークとして、こういうパワーストーンのネックレスを用意しても良いと思います。頭上のソウルスターチャクラは高次元とつながる扉で、このソウルスターチャクラを通って、高次元との信号が出入りしてるんですね。このソウルスターチャクラとハートチャクラを結んだ一直線が意識という柱で、この意識の柱を一本立てると、高次元に今から相談に乗ってくださいよ、みたいな挨拶というかノックができるんです。で、高次元とつながると第六感が反応します。第六感のセンサーアンテナがついている場所は、孫悟空が頭につけている輪っかの形で、第六感のセンサーがこのライン上にピキピキと頭皮が動きます。特にこのライン上の耳の上、眼縁というツボが反応します。フラッシュバックやデジャブを感じた時に、この眼縁の部分を集中すると、ピキピキと頭皮が動くのがわかると思います。強烈に信号を受けた時なんかは、もう脈が打つように、この眼縁がピキピキと動きます。で、この眼縁が反応するかどうかで、高次元とのつながりがアクティブかどうか、第六感がアクティブ状態かどうかを確認していきます。で、仕上げですが、胸のハートチャクラと頭上のソウルスターチャクラを結ぶ一本の柱に意識を置いて、そして第六感のセンサー、眼縁がピクピクと頭皮が動く反応を感じたら、体が高次元とつながっている証拠ですから、この状態をキープ。キープしたまま、タロットカードをシャッフルして、展開して、そしてカードの意味をリーディングしていくのが、チャネリングタロットのやり方です。意識がしっかり高次元と合わさった状態でリーディングすると、普段のリーディングと違って、カードを展開した時やリーディングしている時に、必要なメッセージがフラッシュバックしたり、訴えかけてくるような映像や音、声を頭の中で感じたりするので、カードの意味だけを追うんではなく、頭に入ってくるインスピレーション、フラッシュバック、映像や音も含めて、総評して読み取っていきます。では実際にチャネリングを使って3週間目は自分についてタロットカードリーディングを行ってまいりたいと思います。他者については次回の4時間目で行います。この3時間目では自分を主人公にしてケルト十字展開法を選択します。ここで誰かモニターさんについて占えればベストなんですが、自分で自分を占う設定なので、ここは忠実に新海月里奈が自分自身についてチャネリングとタロットカードを使ってリーディングしていきたいと思います。私自身の何について占うかというと、やはり私の占い師としての現状と今後の行方、展望、また注意すべきことや、より良い流れにするためにどういった対策があるのかを見てまいりたいと思います。自分のことなので緊張しますが、だからこそ精魂込められた思念が高次元に伝わって、ちゃんと真実の答えが高次元から降りてきますからね。で、チャネリングを使う時のポイントというか大前提が、ただ当たった外れたという結果を期待するんではなくて、もっと深い真実と向き合う心構えで取り組むということです。やっぱり当たった外れただけで判断しようとするのは、もうそれは博打やギャンブルと一緒で、人生は当たり外れなんかで判断はしないです。自分の人生なんですから、当たった外れたで一喜一憂するんではなく、まず現状がどうで、今後どうなりそうで、どうすれば良くなるのか、そして万が一の時はどうすればいいか、現状把握と問題と課題のあぶり出し、目標と目的の設定、そしてその目標を達成するためのベストなやり方、ベストな進め方、最短で最善な対策を見出すのが正しい占いの使い方です。人生も大事な仕事やプロジェクトと一緒で、着実に実行していくには、占いもこういった問題解決の基本手順で見て進めていくのが私の方針です。いろんな先生がいらっしゃるので、占いの捉え方や考え方、方針はそれぞれだと思いますが、私は基本スピリチュアルな領域であっても必ず論理的に落とし込んで進めるようにしています。では私の占い師としての、現状と今後の行方、展望、対策を見てまいりたいと思います。じゃあシャッフルしますね。シャッフル方法は
皆さんそれぞれねやり方あると思いますけど、まず大きく丸くシャッフルしていただいて、でゆっくり中心に向かって寄せ合わせて、ある程度固まったら起こして、でちょっとずつトントンと揺らしていくと、縦と横になりますから、この縦の部分を左に倒して、で左右から寄せ集める。でここまでがまず、最初のシャッフルです。ここからさらに切っていくんですけど、まず3つ、ここから3つに分けておきます。で好きな順から取って、こうでもいいし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 、一つにまとめます。で次に2つ切って、また好きな順から取って、こうでもいいし、こうでもいいし、で大小あるかな、78枚のカードなので上と下があります。展開した時にこういう正位置で展開されるか逆位置で展開されるかで結果が変わってくるので、やっぱり最後の3つに切って1つにまとめて、2つに切って1つにまとめる最後の運命の分かれ道は必要なんですね。詳しい、シャッフル方法は私のタロットカード占い講座の過去の動画を遡っていただくとテロップ付きで詳しく説明しているので、シャッフルしていただければと思います。では展開しますね。展開の順番はもう省略します。前の過去の動画にも説明しているので、配置の方法も過去の動画、にで紹介しているので、そちらをご覧ください。でこの最後の10枚目キーポイントは見にくいのでここに置いておきます。じゃあ見ていきますね。毎回お伝えしてるんですが、リーディングの流れはまず全体を見てそのカードを見ていくこと。私の場合はまずここの十字の部分の横一列を見ていきます。この真ん中が現在で、左が過去で未来、過去現在未来、この3カードをまず読んでから、その後一枚一枚見ていくやり方が私はすごくやりやすいので、参考にしてみてください。じゃあまずここの十字の横一列の3枚、過去現在未来見ていきますね。過去、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 のソード、結構大変なで10本のソードが体に突き刺さっているという残酷なカードなのでね、やっぱり苦しいとか、もう最高に重圧みたいなね、いいカードではないです。もうこれ以上大変なことはないみたいなね、いうふうに捉えるんですが、その逆が出たので、大変な状況から復帰した、回復したっていうふうに私は捉えたんですけど、っていうのは今まさにこの現状っていうのは、これ 1,2,3,4,5,6,7,8 ね、ペンタクルの8ですよね。ペンタクルの8っていうのは、この男の人がコツコツねペンタクルを作っているんですよ。でコツコツ貯めてきました、ポイント貯めてますっていう作業、そういう意味を持つカードなんです。確かに今ワークショップをスタートさせて一個一個ね、私は作り込んでるんです。本も作ったり、その有料プログラムのねコンテンツを考えたり作ったりね、まさに今の私だと思います。まだ全然利益になってないんだけど、今はまだまだねいろんなものを用意する時期なので、お金になるビジネスもちゃんと考えて、未来に投資できるようなことを考えて、コツコツ私は考えて作り込んでいます。その過去なので、
結構大変な状況から回復して今に至っているっていうふうに捉えて、この過去の、ソードの10逆というのはやっぱり覚醒をした時って覚醒でいっぱいいっぱいになっちゃって他のこと手につかなくなっちゃって、鑑定もままならないね状況になって、本当は足取られちゃってね大変でした。でもそれを時間が経つにつれて頭の中が情報整理されて、で本を書くことによってね、覚醒とは何ぞや高次元とは何ぞや、私が旅した高次元というのが情報整理されてクリアになって、ようやく立ち直ったというかね、本のおかげです。で本を出版してある程度時間が経って、ようやく今度はねワークショップを考えているうちによりね私の覚醒と高次元の向き合い方ってクリアになってきて、こういう領域で私はさまよってたんだな、迷子になってたんだな。でもようやく本も書いてワークショップも第三者に伝える気持ちでねやっぱり考えていくと物事整理されて、私の中では高次元と覚醒ってかなりクリアになってるんです。だからワークショップを開けるまで自信を持っているんですけどね。かなり肩の荷が下りたなってところがこの過去のソードの10逆で、見て取れますよね。で現在はペンタクルの8、コツコツより未来の投資になるような作業をしていますっていう状況出てる。で未来はこれワンドの2ですね。でワンドって木の棒で、ワンドというのはねあんまりそのソードと違って勝ち負け勝負事とは関係なく計画をするとか方向性を定めるとかね、これは木の棒なので方向を指すとかね、そういう意味にあるんですけど、未来はワンドで方向性がようやく定まって1本から2本へ、ステップアップするというふうにこれ捉えましたね。ようやくなんか形になってきたっていうのがね、私が占い師として、占い師って言ってもほら鑑定で食べていくのか、こういう教師業みたいなねワークショップセッションを開いて食べていくのか、その両方なのか、方向性を定めてこれいかないとねブレちゃうから、という意味では覚醒して結構ブレることになったから、そっからね覚醒と高次元の経験を得てどうやって自分の占いの活動にうまくね融合させていくかって結構模索はしてたんだけど、ようやく方向性が定まって、今はね作り込みに入ってると、未来はより1本から2本へステップアップできているっていう風にこの流れで見ると捉えられましたね。嬉しいです。でこの、十字のね過去現在未来を横一列として、上が顕在意識、表面に現れる私、水面の下が、潜在意識、表に現れない内面を表してるんですけど、表に現れてるところはソードのページねの逆。ページもこの間の、タロットカードリーディングのね動画でも説明したんですけど、ページっていうのは大アルカナの一番最初の0番愚か者とね一緒なんですよ。未熟者という意味を持ってます。しかもソード剣を持ってるので、ビジネスにおいて未熟者っていう風に出てるんだけど、その逆だからね、もうちゃんと私は未熟ではない、しっかり自分の考えを持ってコンセプトを持ってできているっていう風に捉えましたね。ページの逆だから。ただページだからこそそこまでねなんか自画自賛というかことではなく、ちゃんと謙虚に、私はちゃんと未熟の段階を得てようやく独り立ちしてきた、自分で方向を定めて進めているんだっていう風な安定した感じに捉えますね。で内面ソードの4の逆、やっぱり表面もソード内面もソードだから、
どちらにしろ私は今すごく仕事に一生懸命っていうモードがこのソードで見て取れるし、実際そうだし、ソードの4はね、休憩とか静かっていう意味があるんだけど、その逆だから、休憩せずにね、その内面的にも、常にやっぱり仕事のこと考えてる私がいますし、常にワークショップ、次の何しようか、その次の次は何しようかで常にね、頭の中は結構仕事のこと考えてるので、その私の潜在意識もね、常にこうアクティブ状態ってことを、休んでないよってことを表してますよね。非常にいいんじゃないですか。パッと見地味なカードしか並んでないし、時々ソードのなんか負担のありそうなカードが出てるんだけど、どちらも逆位置だし、未熟者が出てるけど逆位置だし、正位置はいいカードだけだし、私としては非常にこれ満足する結果が出ました。今の自分に確認させてくれているような感じがしますね。しっかり段階を得てここまで来てるし、調子に乗ってないしっていう風なね、ところが。じゃあこっちの右側ね、見ていきます。下から見ていきます。一番右の下は取り巻く環境なんですけど、ワンドの3が出てますね。ワンドの3は2よりさらにバランスがいい状態を意味していて、ただここは過去、現在、未来でしょ。未来の未来っていうわけじゃない。ここは取り巻く環境の配置なので、その中の、バランスがいいっていうことだから、今私が考えているこのワークショップの動画、そしてテキストブック、そして、ココナラの有料プログラム、これ3本立てでね今走らせてるんだけど、そういう意味で今ちゃんと安定したバランスのいい構想というかラインナップというかね、もう3本今走らせてるっていうところが出てるんじゃないかな。そんな感じがする。ほんとまさに3本走らせてますからね。で、人間関係、ペンタクルの2の正位置、こうピエロがジャグリングしてるような絵ですけど、へっちゃらみたいなね、その両立みたいなね、二刀流みたいな意味でもあるんだけど、それは人間関係、確かにいろんなものをねこう両立している状況ではあります。仕事だけじゃなくてPTA の役員もやってますし、町内会の役員もやってるので、結構いろいろ私は今タスクがいっぱいあるんだけど、そんな忙しくもなくて、非常にバランスよく仕事もそういう PTA も町内会も回してるんですよね。で、テキストブックのですね、このワークショップテキストブック、高次元と覚醒目標チャネリング、ここにも書いてあるんですけど、覚醒した後にやっぱり私は自分の宿命と前世を知るに至ったんです。で、それに合わせたやっぱり運命を日常で選択行動するようになってきて、例えば今までやってきてなかったボランティア活動とかね、そういう近所付き合いとか、もう本当に忙しいから避けてたんですよ。もう自分から立候補してやるなんかもうとんでもないっていうタイプの人間だったんだけど、それがね覚醒をしてからもう人が変わったように、PTA には立候補するわ、町内会の子ども会のね役員には立候補するわで、とにかくその覚醒によって私は日常の選択行動がガラッと変わったんですよ。別人のように。でもやることによって自分の宿命に沿った選択なので、非常に生きやすくなったんですよ。生きやすくなったっていうのは、生きるのが楽になった。今までは時間に縛られてね、そんな時間ないからやらないっていう一点張りだったんだけど、そんなことなくって、PTA の役員をやればやるほど、町内会のその子ども会の役員をやればやるほど、自分の仕事もメリハリというかね、集中ができるし、いろんなアイディアもなんか浮かんでくるし、やっぱり生きやすくなったんですよ、そういった分。だから両立が下手だった私がね、いろいろこなせるようになりました。そういう意味でも、もちろんそういう人間関係絡んでるんですよね。
占い師で来てくれているリピーターさんたちとのコミュニケーションもあるし、 YouTube のね皆さんとのコミュニケーションもあるし、リアルな世界の PTA のねママ友とかの関わりだったりとか、ご近所さんとのお付き合いとか全部こう回せるようになったということで、人間関係も両立できるようになったっていうのが現れていると思いますね。そして今度は可能性と障害の配置。これはね、ワンドの1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ワンドの10っていうのはやっぱり重労働とかね、さっきのこのソードの10と似てるんですけど、やっぱりこう重労働なんですよ。10本の木の棒をね一人で運ばなきゃいけない、負担とかね、そういう風に取るんだけど、その逆だから可能性と障害にそんなに重いでなんていうかな、負担とか問題を抱えることはないことを予兆してくれてますよね。これが正位置だったら、障害としてはなんかいろいろ大変なことがありますよとか、大変なことがこう起きる可能性ありますよっていうふうに捉えるんですけど、逆なので特にこれといった大きな問題もないし、スムーズに展開するよっていうふうに捉えられるんですよね。これもすごくいい結果じゃないですかね。で、最終結果カップの3ね、祝福するし、とてもいいカードがひっくり返ってるからちょっと不安だけど、どうとでもなりますよ、未来は。未来は決まってるんだけど、決まってる中でも自分で対策によって変えられるので、逆がこうなるように自分で工夫して対策をちゃんと実行していけばいいわけですから。で、どう読むかというと、なんかそう簡単に喜んではいられないよ、まだまだお預けだよ、成功まではまだ先だよっていうふうに私は捉えましたね。大成功をね求めてるわけじゃないし、早く成功したいっていうことでもないから、着実に私はもうここまで来たら宿命の通りね、自分の宿命を果たせればそれでいいんで、ひっくり返ってようがなんだろうが別に気にはしませんっていう感じです。で、対策ですよね。対策、ワンドのキング出ました。これは対策なので、正位置も逆位置も読まず、このまま正位置で読んでいきます。ちゃんと方向性をね、今の設定で間違いなく合ってるから、この方向をぶれずにね、しっかりやっていけば成功するよっていうふうに私は捉えました。ところどころワンドが展開されてますけど、結構ポイントとして出てるんじゃないかな。未来は1本から2本へステップアップするよっていう風に出てて、環境としては3本でバランスが取れている。障害可能性今後なる可能性はない。対策でワンドのキングっていうのはすごくこのキングに守られてる感じがしますね、私は。ソードのキングだったら割とこうビジネスライクにね、売上重視な感じで進めていった方がいいっていう風に出るんですけど、ワンドのキングなので売上というよりはちゃんとその方針とかね、計画性とかブレずに理念持ってやっていくことの方を重視するので、私の方針と合ってると思いますね。使命さえできればそれでいいっていうので、合ってるっていうことでね、私は捉えました。で、ここからもっと深く見ていきたいんですけど、これオラクルカードの登場なんですけど、大小アルカナ78枚で見えることは、現状把握だったりとか今後の流れとか具体的に見ていけるんですけど、高次元からのガイドをもらうにはこういうオラクルカードを引いた方がより詳しくガイドされるので、このレベッカ・キャンベルさんのワーク・ユア・ライトというオラクルカードを使ってどういうガイドがね、今の私に降りてくるかちょっと見ていきたいと思います。オラクルカードは大小アルカナと違って正位置逆位置があまりないので、今日は正位置逆位置を見ないでリーディングするので、こう手元で横にスライドして、そして一番上のカードを引いていきます。
ザ・グレート・ギャザリングというカードが出ました。これはもうね、It's all coming together って書いてあって、仲間を集めましょうというカードなんです。で、この間も同じようなカードが出ました。ピラー・オブ・ライトというカードでね、あなたが光の柱となって同じ仲間を募りなさいというガイドが出たんです。で、今回もまさに本当に仲間を集めなさいというカードで、さらに追い打ちをかけて、仲間を集めなさいというふうに出てますね。もちろん私がねリーダーシップ取って引っ張っていかなきゃいけないんですけどね、さらにこのカードが出たということは、このワークショップをスタートさせたことは間違ってなくて、しっかり、方向をぶれさずにね、これからもちゃんと続けなさいというふうに捉えました。この間はですね、このピラー・オブ・ライトという光の柱というカードと、プレディアスっていうチャネリングのカードが出たんです。で、どれもね同じ意味をなしてるんですよ。ピラー・オブ・ライトはここずっとね光の柱が通ってて、ここに女性が一人立ってるんですけど、これは何をガイドしてくれてるかって言いますと、私が天と地をつなげる柱となって仲間を集めなさいというカードなんです。で、この光の柱っていうのはもちろん私自身でもあるんですが、ちゃんとチャネリングを通してね、高次元とつながって何か一つプロジェクトを立てなさいというふうにも捉えていて、それがワークショップだったりするんです。ワークショップという柱を立てて、そこにみんなが集まってくるという形ですね。で、このチャネリングとカードも出てて、チャネリングまさしく今のワークショップなんだけど、チャネリングを使ってやっぱり仲間を集めなさいっていう風なカードでね、女性が1人2人3人、ここにちょっと影がだんだん増えていくような気配さえするんですが、それはさらにね、人数増えてきてるから、少しずつあなたの仲間が集まってきてますよっていう風にも私捉えましたね。まさにこの動画を見てくださっている皆さんのことだと思います。1時間目2時間目3時間目来て、徐々に人が集まってきている、そんな様子も見て取れますね。嬉しい。こうしてみるとね、やっぱりしっかり私の辿ってきた選択行動がね、カードに現れてるなっていうのが分かります。で、それを全体を見れば宿命が見えてくるでしょ。私がどんな宿命を持ってね、この現世で生きているか。で、PTA とか町内会って全く占いと関係ないかもしれないけど、実はちゃんと関係していて、そういうボランティア活動、奉仕活動があるからこそ、私はエネルギーをもらっていて、占いにもいろんなアイデアが浮かんできますし、心と体のバランスが取れて、より仕事もねメリハリがつくようになってきてるし、だから全然関係なくないんですよ。非常に密接していて、バランスを取るためには、私にとった PTA の役員も町内会の役員もすごく大事な必須科目になっているはずなんです。しかもね、この過去ももちろん必要で、1時間目の原風景を入り起こしワークの中でね、宿命は必ず決まっているっていうことを説明しましたけど、自分がもちろん選んで気づいてきた過去ではあるんだけど、もともとその宿命という台本はね、人生の台本っていうのは決まっていて、みんな決まった日に生まれて決まったことをやってるんです。で、そういう意味では大変な覚醒高次元さまよう過去ではあったけど、それも必要な科目であって、それがあっては今の私がいて、本も書けたし、ワークショップも考えられたしね、こうして皆さんにその経験を共有することもできてるから、これはもう本当必然で皆さんと出会ってますし、こういうカードも出てるっていう風に捉えていただければ、いいんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。こんな感じでですね、3時間目の有料プログラムは皆さんにもそれぞれで、ご自宅でケルト十字展開法をご自身を主人公に展開していただいて、占っていただいて、できる範囲で構いませんから、ご自身で鑑定文にして文章化していただきたいんですよ。
私はこういうリーディングをしましたと。簡単で構いませんので。で、それを私が、リーディングをして添削をして、ちゃんとチャネリング視点でね、リーディングができてるかどうか添削させていただきますので。そうすると、フィードバックによってね、皆さんもチャネリングタロットがどういう視点でリーディングをすればいいのかが分かっていただけると思います。で、さらにケルト十字で出る対策の他にですね、こういったオラクルカードで出る高次元からのガイドも付け加えてリーディングさせていただきます。なのでチャネリングタロットの、やり方のコツポイントも習得できますし、新海月里奈の、リーディングも兼ねた、両方を、ご提供できる、プログラムになっています。ぜひ、3時間目もご受講いただければと思います。このように3時間目の有料プログラムではケルト十字展開法で自分についてチャネリングを使ってリーディングしてまいりました。また新海月里奈にリーディングしてほしい方、自分のリーディング結果を添削してほしい方はここならにて3時間目の有料プログラムをご用意しております。ご自身で展開したケルト十字展開法を写真でお送りいただいて、できる限りで構いませんので、リーディング結果を文章化してお送りいただけると、新海月里奈がリーディングを行って添削させていただきます。リーディング結果と添削は、トータル15分ほどの動画での納品となります。リーディングのやり方やコツポイントなども含めた動画になりますので、新海月里奈の鑑定と、チャネリングタロットの習得を両方受けることができる内容になっています。また、ケルト十字の対策の他に、あなたが高次元と覚醒を迎えるべく今すべきガイドを、オラクルカードを使ってさらに見出していきます。合わせて、この現世でのあなたの宿命の一筋を拾い上げます。1時間目と2時間目で拾ったピースと合わせて、宿命のアウトラインを確認していきます。3時間目以降のプログラムも、あなたの新たな宿命のピースを一個一個拾い集めていきます。すると、1、2、3、4、5時間目とパズルのピースが一つ一つ揃っていって、少しずつあなたの宿命がクリアになっていくんですね。で、見えてきた宿命から宿る魂をたどって、今度はあなたの前世を手繰り寄せていきます。魂は宿命を宿し、宿命を引き継いで、前世、現世、来世へと転生輪廻を繰り返していますから、宿命をたどれば、おのずと前世も来世にもたどり着くというわけです。さらにこの魂と宿命から高次元にいる自分のハイヤーセルフとつながるステップを踏んで、ようやくチャネリング体質が整うというのが私のオンラインワークショップ高次元と覚醒を迎えるチャネリング1時間目から5時間目までのステップです。なお3時間目の応募条件は1時間目2時間目の有料プログラムを受講された方が対象となります。ワークショップ自体はこのように、動画で公開してまいりますが、ワークを実践された方のリーディング鑑定や質疑応答、共通テキストの提供は、ここならの方で有料プログラムを購入していただく形になります。無料公開の動画でもワークショップは学べますが、動画だけでは物足りない、もっと深く理解してチャネリングを身につけられたいといった方は、ここならの有料プログラムをご検討いただければと思います。なお、すべてのプログラムで共通してお渡しするこちらのテキストブックを Amazon でも、電子書籍、製本で、ご入手いただけるようになっています。有料プログラムまではちょっとハードルが高いなという方は、このテキストブックだけでもご入手いただければと思います。共通テキストブックには、チャネリングがどうやって身につくのか、高次元にどうすればつながれるのか、ハイヤーセルフを確認するにはどういった手順が必要なのかがわかる内容になっています。この他にも覚醒のことだったり、ワンネス、グラウディング、アカシックレコード、ゼロポイントフィールドについても、その実態が何なのかが論理的に図解でわかるように解説しています。このテキストだけでも十分チャネリングのこと、高次元に関してはマスターレベルになるんではないかと自負しております。チャネリングを身につけられたい方、高次元につながりたい方、覚醒を迎えられたい方、タロットカードリーディングのスキルを高めたい方、ぜひ皆さんの活動にご活用いただければと思います。高次元と覚醒を迎えるチャネリングタロット4時間目は、チャネリングタロットリーディング実践その2、他者を占うの回になります。
実際にタロットカード、大小アルカナ78枚を用いて、4時間目は自分ではなくて他者についてチャネリングでリーディングしてまいります。他者について占うパターンには2通りありまして、1つは占う立場にある自分とご相談者の2人の場合と、もう1つは占う立場にある自分とご相談者と、そしてご相談者の恋人についてといった三人称の場合の2通りがあります。この2通りを4時間目で説明してまいります。そして1時間目、2時間目、今回の3時間目で拾った宿命と、一個一個パズルのピースを拾い集めて、少しずつあなたの宿命と前世の全容を掴んでいきます。パズルのピースが揃って全てカチッと合わさった時に、本当に高次元につながる実感がつかめて、ようやくチャネリング体質と覚醒を迎えられる、体制が整います。私のオンラインワークショップ、高次元と覚醒を迎えるチャネリングはステップアップ形式です。ぜひ1時間目からご参加いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。